私にとってアートって、なんて言うんでしょう、一言で言うのすごい難しいんですけども、なんて言うんでしょう、やっぱりこうちょっとアートそのものをどう定義するっていうのは難しいんですけど、私にとってというとやっぱりちょっとこう驚きがあったり、それからなんかおおみたいなもので簡単とか、あるいはなんかこんなすごいの作れるってすごいなみたいな、ちょっとこう嫉妬みたいなものも入り混じった、なんか今までの自分のこう考え方や行動とまた全然違う切り口っていいますか、世界の見方を与えてくれるような、あるいは体験を与えてくれるような、なんかそういったものかなっていうふうに思ってるんですけどもはい。僕自身が一番最初にそのなんて言うんでしょう、例えば現代アートみたいなものに触れるきっかけっていうのが、もう20年ぐらい前になると思うんですけど、滋賀県立美術館でドナルド・ジャット展っていうのがありまして、それまで現代美術っていうものを全くこう分からず、これがそういうアートかみたいな感じで、なんて言うんでしょう、分からないからスルーしてたんですけど、改めて、人の紹介でドナルド・ジャット展見に行った時に何かが少し分かった気がして、自分なりにこう解釈できた展覧会っていう意味で、そこからすごく、アートが好きになったっていうのが一つあるんですが、その時ドナルド・ジャットを見て何が腑に落ちたかは忘れちゃったんですよねで忘れちゃったんだけど、また考えれるっていうか、その時とは違う気持ちでもう一回改めて考え直せるっていうのも、アートの素晴らしいとこかなっていうふうに思ってます。ドナルド・ジャットの箱がこうだんだんなってるやつとか、ああいう有名な作品がいろいろあったと記憶してるんですけども、その単なる箱が置いてあるだけで、それをどう見ていいのかっていう、戸惑いの方が最初大きかったんですけど、なぜかそれをすごいいいなと思ったんですよね。だからその理由がいまだにわからないままドナルド・ジャットは今も好きなままあり続けるんですけど、そのドナルド・ジャットのようなものを自分が作ろうとは思わないんですが、すごく影響を受けたアーティスト、アートかなというふうに思います。そうですね、アートと建築が結びつくか、あるいは別のものなのかっていうことなんですが、当然人間が活動していて、その中に建築もアートも両方入ってくるので、なんて言うんでしょう、範疇としては人間の活動の範疇としては入ってくるし、その中でこう被る領域も当然あると思うんですけど、やっぱりこう仕事としてはやっぱりこう別の部分もあってあるんだけど、それがこう成立させるためのなんていうんでしょう、方法が違う、求められているものも当然違ってくるので、もうちょっとなんていうんでしょう、アートっていうのはアートそのものが主役になり得ると思うんですけど、建築っていうのは建築そのものが僕は主役ではないと思っているので、アートを引き立てたり、あるいはそこで行われる人の活動とか、周りの自然環境とか、あるいは都市環境でもそうなんですけど、その場所をよりよく見せるための、土台作りみたいなところかなと思ってますので、関係はもちろんあるんですけど、やっぱり違うところもあるかなというふうに思ってます。建築でもアートでもやっぱりそれがそこにこう存在することで、環境や人の活動や、あるいは動物もかもしれませんが、いろんなものが変わってくるので、それに対してこう、意識的でないといかんなという、よく変わることもあるし、当然悪く変わることもあるので、できるならばよく変わるようにやっていきたいなというふうに思いますけど。